おっと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 。風があるから。ジェットラ TV をご覧の皆さん、毎度いかがです。今回ですね、あなたのトラックに乗せてくださいということで、今ですね、北海道の釧路の方にやってきております。本日2日目ですね。2日目となると1日走るだけでめちゃめちゃ汚れてますよね。真っ白になってますね。あとホース凍っちゃってますね。これよく見るとガチゴチやないですか。これこんだけ寒かったらそうなりますわね。ちょっとね、ドライバーさんを起こしていこうと思います。おはようございます。やべ、サビ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。めちゃめちゃ寒いぞ。はい。マイナス14度ですよ、今日。そうですね。今日はこれからはい。どういった感じですか？給油してシャワー浴びて、はい、根室向かいます。根室向かいますか？はい、頑張ってやっていきましょう。はい。じゃあ、はい、よろしくお願いします。本日もお願いします。押田さんところのやみたいな感じでカメラ構えられることはあると思うんですけど、はい、緊張しないですか？あ、します。なんか今回の撮影の時も、はい、営業所出発する時ギャラリーの方が撮影してもいいですかみたいなは結構あります。あ、やっぱ結構あるんですね。あとは俺は離れときます。離れとくんですか？一緒に写らないんですか？乗ってるの映されるのもなんか嫌なんで、今俺降りるんでちょっと待ってください。降りてからどうぞ。それは何ですか？恥ずかしいからですか？そうですね。そうなんです、はい、今完全に動画回っちゃってますけど、それはもう全然 OK なんですか？いや、昨日よりは慣れましたね。よかったよかったそもそもこう社長からこういう企画があってお前出ろみたいな感じだったんです？はい、はい、そうです。でそれ言われて、はい、いや俺無理ですってそれでなんで OK 出されたんですか？いや、もう他の人にも何人か言われたんですけど、やっぱ看板車みたいな感じに乗ってたらしょうがないんじゃないって言われたのもあるしまあそうですよね、看板車ですもんね、はい、あとは社長に押されて、で分かりました、頑張ります俺でいいのかな鉛ひどいですよってじゃあこれ配信された時は、はい、ご家族で見られたとかしますか？いや、見たくないですね。なんで見てくんないんですか？こっそり一人の時にトラックで見るうわーって言いながら
ってんなこれ。ここちょっとフェンダーちょっとここ押しちゃってるって感じですね。うん、フェンダーがちょっとって感じですね。です。ちょっとここの膨らみがあるって感じです。で、多分ここの根元だったりとかは無事そうなんで、はい、無事ですね。無事です。すみませんでした。いえいえ。申し訳ないです。ケツ掘られたりとかってあったりとかするんですか？掘られたのは初めてです。大切なリアバンパーに申し訳ございません。ショックはショックですけど、はい。まあ自分も怖い思いしたりしてるし、慣れてない時とかやっぱりどの程度滑るかっていうのもわからない時、危ない思いした時あったんで、まあやってしまったものはしょうがないって思ってます。すいません、ごめんなさい。もう大切なリアバンパーに本当に申し訳ないです。まあ今日みたいなトラブルがあったわけじゃないですか。はい。でそういった時に、はい、なんかほうれん草だったりとかは、はい、します。しますか？みんなします。車のトラブルならとりあえず工場長、仕事のトラブルなら営業所の所長、でそれから社長に連絡したりとかです。はい、そうだったんですね。連絡してれば、はい、ほぼほぼ何があっても解決してくれるんで、そういった時もやっぱり心強いし安心っていうところなんですね。いやでも本当なんかやっぱトラブルでも押田運送さんはもうすぐに対応めちゃめちゃ早かったんで、皆さんそうですね。日頃から対応されて潤滑にされてるんだなっていうのを伺いましたね。そうです。車両トラブルも距離走る分結構多いんですか？多いし、ぶつけたりとか、そういうのもたまにあるんで、そういうのの対処は他の会社より多分早く対応はしてくれると思う。だってもう直す段取りもうできてましたよ。社長に電話すると俺にも電話来ます。20日入れっからっつって言ってたんで、めちゃめちゃ早いやんっつってびっくりしました本当に。お疲れ様です。お疲れ様です。今から積み込みですか？はい、そうです。ここはどういった漁港になるんですか？ここは花咲港です。花咲港です。はい。本当周りに船がありますもんね。そうですね。でここでどういったお荷物を積むんですか？ほとんど鮮魚なんですけど。鮮魚。タラとか、あと白子とかですね。白子とか。はい。そうなんですね。はい。何かこう準備するものってあったりとかするんですか？まあ長靴に履き替えるぐらい。長靴なんですね。長靴はどちらに入ってるんですか？ここに入ってます。ここに入ってるんですね。はい。めちゃめちゃ寒いんですけど。下だってこうツルツルっすよだって。大丈夫ですかこれ？下ツルツルじゃないですかこれ。そうですね。めっちゃ新しいですねそんな長靴。おろしたてなんですね。はい。じゃあ今日の日のためにおろしたてを。どんな感じになってんやろ中。ゴミがある。おっと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 。風があるから。風があるから大変ですね。フルステン張りですかこれは？そうですね。めっちゃすごいですね。めちゃめちゃ魚の香りが慣れてる。慣れてるから
全然慣れないんであれなんですけど、めちゃめちゃファービーな香りがしますね。じゃあすいません、積み込みよろしくお願いします。はい、お願いします。開けた方がいいかな。積むのめちゃめちゃ早ないですか？いや早くないです。俺は遅い方ですね。遅いんすか？はい、めっちゃ早かったですけどね。手伝いに入ってくれてる人とか、あと会社の人の方が全然早いですね。そうなんですか？はい、はい、積み荷お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。まあこんな感じで随時集荷の方が来られて、どんどんそうですね、積み込みの方をやっていくって感じなんですね。大栄さんの焼き鳥弁当、ぜひもしよろしければ食べてください。はい、ありがとうございます。焼き鳥って言いながらこんな感じです。うわすごっ、豚バラなんですね。豚バラでも美味しいです。美味しいんですね。はい、俺はこうやって取って食べます。あ、取って食べるんですね。はい、いただきます。どうですか？美味しいです。いただきます。めっちゃ美味しいじゃないですかこれ。ね、美味しいですよね。これタレがご飯についてて、はい、めちゃめちゃうまいですねこれ。結構みんな多分食べてますね、うちの会社の人。焼き鳥弁当なんで鳥だと思って買ったんですよ。ですよね。はい、で食べてなんか違うなと。そしたら豚バラやったんですね。ファンになりました僕。めっちゃうまいこれ。ここの作業時間だったりとかってどれぐらいの時間をかけて？日によりますけど、早い時はもう本当に2、3時間で全部揃って積み上がる時もあるし、遅ければ半日くらいかかる時もあります。お一人でこう荷物を積み込みだったりとかするんですか？ここの人は集荷の人とか現場の人が手伝ってくれたりする時もあります。力を合わせてですね、積み込みをするって感じが多いんですね。はい。で基本的にもうバラ積みですよね。北海道は基本バラ積みです。パレット積みはないって感じなんですね。ないですね、ほとんど。後ろ余裕あったらたまにありますけど、トントンってある時もあるんですね。この現場ってもう小運搬で集荷されるっていうスタイルがもう基本的に。そうですね、大口があれば直接積みに行く時もありますけど。そうなんですね。はい。あとは、出荷する荷主さんですか、な荷物、数多かったりとか、直接来てくれって言われた時は直接集荷に行く時もあります。それ以外は集荷の運転手さんたちが集荷してきてくれます。そうなんですね。どういった感じの流れなんですかね。今日は根室でいっぱいになるみたいなんで、苫小牧まで向かってフェリーで本州行く感じです。日頃はそうじゃないこともあるんですか？はい、札幌で積み足して荷物いっぱいにしてから出発の時もあります。
ああ、そうなんですね、はい、なんかやっぱ積む順番だったりとかって結構考えたりとかしないといけないんですか？そうですね、はい、やっぱり下ろしていく順番があるんで、はい、それを考えて荷物積んでいかないと後から面倒になるの自分なんで。ああ、パンパンっすよもう本当に。だから荷姿が同じような感じの一車とかだとうんうん、いいですね。で、きちんとした積載を守りながら、はい、もうパツパツギリギリまで積んでいくって感じなんですね、はい、そうですね。まさに現代のトラック野郎ですねこれ今日2日かけてここまで来たじゃないですか、はい、それをまた1日かけてまた戻んなきゃいけないみたいな感じなんですか？そうですね、1日っていうよりは本当に半日です。半日で半日ではい、できそうじゃないですかそれマジでトラック野郎ですねあとはフェリー一応予約を余裕持って2本とか取れる時は取ってもらって、早いのに乗れたら乗る感じにしてもらってるんで。あ、そうなんですね、はい、あまり遅くなると時間厳しい時とかはありますけど、ああ、その時とかは本当に追っかけですよね。そうですね。それでも間に合わない時ってあるじゃないですか。フェリーを変えて青函とかに行ったり。ああ、ルートを変えるってことなんですね、はい、ルートを変えて、そうですね、そこから出発するって感じになるんですね、はい、フェリーでこれ楽しみだなって。お風呂ですか？お風呂っす、はい、スタンドだとシャワーしかないんですけど、そうですよね、はい、浴槽あるんで、ドライバーズルームには小さめあって、あとは別に大きいとこもあるんで、大浴場みたいなところあるんで気持ちいいですね。ドライバーズルームって何なんですか？トラックの運転手専用の個室ですかね。あ、専用の個室があるんですか？知らなかった、はい、トラックの中よりは広い感じですよね。まあ寝台よりちょっと広いぐらいのベッドと、はい、あとテーブルと椅子あってみたいな、そんな感じ。それがドライバーズルームって感じなんですね、はい、フェリー何時間ぐらいなんですか？8時間ぐらい。8時間？はい、休息の時間になるんで。ああ、はい、そういうことですね。その8時間はもう本当ゆったりと過ごして、はい、睡眠もそこで確保しとくっていう感じなんですね、はい、長時間運転お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかこちらのコンビニセイコーマートさんって、はい、あれですよね、北海道で結構有名なコンビニですよね。そうですね、北海道に来ると多いですね、じゃあフェリーに乗る前に蓄えて、はい、でそこからフェリーに乗るって感じなんですね。そうです。っていうか僕初めて見たんですけど、北海道の雪道走ると後ろってこんなになっちゃうんですね。今日はそんなに降ってなかったんで。あ、これで全然なんですか？僕初めてです、はい、フェリーに朝一乗るじゃないですか、はい、フェリーには何も朝食だったりとかそういったものないんですか？なくはないですけど、はい、多分みんな買っていってると思う。食事できるところはないんで。ああ、そういうことなんですね。
会社さんが生活費も全部負担してくれてるみたいな。そんな感じにはなると思います。